こんにちは。今回はロードトリップ編第3弾ということで、ヨーロッパ最大の砂丘があるアーカッションからバスク地方のビアリッツへ向かっています。バスク地方って何と思われる方が多いと思うんですが、フランスとスペインの間にまたがっている地域のことで、独自の言語や文化を持っているんですね。バスク語はヨーロッパの言語とは全く似ていないらしく、起源も明確に分かってない謎の言語と言われているそうです。ちなみに文の構造は日本語に似ているらしいんですが、ただの偶然だろうとのことです。ビアリッツは大西洋に面していて、ビーチが綺麗なことで有名なようで、サーフィンも盛んらしいです。この時2月でまだちょっと寒いなって感じだったんですけど、海に入って溺れかけてる人がいたのは無類の海好きだったからなんでしょうね。ここは日本語でロックドラビエルジュっていうらしいんですけれども、この岩の上に聖母マリアの像があるんです。晴天の日に来たら綺麗な夕焼けが見えるそうです。この日はちょっと曇りでどんよりしてました。お昼ご飯の時間になったので、近くにあったお店でバスク料理をいただきます。外は強風だけど、そんなこと気にせず外で食べるのがヨーロッパの人たちらしいですね。私が頼んだのはチピロンアラプランチャといって、小さめのイカを鉄板焼きで調理したバスクの料理です。彼のは何だったか忘れちゃったんですけど、これもバスク料理でした。彼のザ・フランス人だなと思うところは、食後に毎回エスプレッソを頼むところです。こっちの大きめの海にはたくさんサーファーがいました。あったかい時期に来たら海に入ったりして遊ぶのが楽しそうです。How did you find me? The silver lining. I was blinded by the dark. Till you showed かわいい観光用の汽車が走っていました。でも後ろの車もこの速度に合わせなきゃいけないのがちょっと見てて面白かったです。wherever your light goes. 汽車を見届けて車に戻り、次の目的地へと出発したら、しっかりさっきの汽車に捕まったので、ゆっくり外を眺めながら景色を楽しみました。実はですね、この地域お金持ちが集まるリゾート地らしいです。彼と街を歩いてて、私はふと思ったんですよ。犬の散歩してる人たちの格好が明らかにおかしいなと思って、普通犬の散歩なんてジャージとかであんまり気使わないじゃないですか。でもここの人はおしゃれなジャケットとか帽子とか、絶対犬の散歩じゃないやんっていう格好の人ばっかりで、不思議だなと思ってて、で商店街みたいなストリートで並んでるお店がいかにも高級そうなお店ばっかりだったので、彼にここ絶対お金持ちの人ばっかり住んでるよって言ったら、そうだよってあっさり言われて、だから何って話なんですけど、そういう場所なんだなと適当に流してくれれば嬉しいです。ということで、ただいまサンセバスチャンへ向かっています。サンセバスチャンもバスクの一部なんですけど、国境的にはここからスペインに入っていきます。ちょうど今ここら辺でスペインに入りました。で、こんな感じでナビのアプリ表示も変わります。
このナビのアプリ、速度制限のカメラがどこにあるとか、渋滞を避けた道はこっちだよとか教えてくれるアプリで、フランスで運転する人はほぼみんな使ってるんじゃないかっていうぐらいのアプリなんですけど、スペインではなんかこのアプリを使っちゃいけないとかなんだとか彼が言っていました。なんか速度制限も持ってない人にカンニングさせないためなのか何なのかわかんないんですけど、同じ道路でも違う国に入っただけでいろんなルールが変わるのは、島国出身の私からするといつも不思議な感覚に陥ります。ここのサンセバスチャンも比較的お金持ちの方が住んでいるようなリゾート地っていう風に言われているらしいんですけど、それよりも美食の街って言われているみたいなんですね。で、先に言っておくんですが、今回私たちはサンセバスチャンでどこのレストランにも行ってないです。全く参考にならず申し訳ないんですけれども、はい、次行った時はレストラン行ってみたいなと思います。サンセバスチャンに着きました。ということで街を散策していきます。私つい最近まで知らなかったんですけど、ザラってスペインのブランドらしく、スペインで買うと少し安いみたいな話を聞いたので早速行ってきました。で、私ザラで3着ぐらいお洋服買ったんですけど、正直そのフランスとスペイン比べてどっちの方が安いとか高いっていうのが分からなかったです。っていうのもザラって商品めっちゃ入れ替わり早いじゃないですか。だから全然比較とかしてないんですけど、安いといいなっていう希望を持って買わせていただきました。I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, well, まさかの美食の街でスターバックスに入るという許されざる行為をねしてしまったんですけど、ちょっと次の作戦をね練っていきたいっていうことで、ちょっと座る場所が欲しかったのでスターバックスに入りました。サンセバスチャンではザラで服を買って、海沿いを歩いて可愛い子供に癒されて、スターバックスに入って次の計画を練ってっていう感じで、あんまりサンセバスチャンらしいことはできていないんですけれども、もうねこういう場所があるっていうのを知れただけでもいいですし、雰囲気を楽しめたっていうのもね私にとっては勉強になったことだったので、はい、良かったです。もしまた来れる機会があったら、その時はミシュランとかをね取っている美味しいレストラン、美食の街らしいことがねできたらいいなと思います。ということでサンセバスチャンを出発して次の目的地のサラゴーサへ向かっていきます。サラゴーサはバルセロナとかマドリード、スペインでいうすごい観光地っていうところよりかは全然観光地っぽくなくって、感覚としてはすごい地元の街みたいな感覚をすごい感じました。なんか結構スペイン人ってあんまりこういうこと言うのは良くないけど、結構なんか陽気な人が多いっていうか、なんかねカオスな感じがするみたいなことをね聞いたことがあるんですけれども、それをまさしく感じられたなという場所でございます。はい、ホテルに着きました。今回はね忘れる前にちゃんと着いてから簡単というか適当ではありますがこういうお部屋だったよっていうルームツアーを紹介しています。ここはすごい街の中心地にあったホテルだったんですけど綺麗でした。はい、こちらが私がスペインってカオスなんだなと思ったきっかけの絵です。確かこの日は金曜日だったので
なおさらね花金で人が多かったと思うんですけど、でもなんだか水曜日でも月曜日でも変わらないんじゃないかなっていうぐらい活気にあふれていました。スペインではお昼ご飯も14時とかに食べたり、夜ご飯も9時とか10時に食べたりするのが一般的らしいです。ご飯は基本的には美味しかったです。私はあんまり人混みが得意ではないので、ちょっと早めに退散して、彼と2人でホテルのロビーでゆっくりしました。おはようございます。いつもと同じ光景からスタートなんですけど、Day4 ということで、またホテルの朝食からスタートしました。ここの朝食はレパートリーもたくさんあったし、味も普通に美味しかったです。本当に何回この朝食ビュッフェをやっても取りすぎてしまうのが悩みですね。この真ん中に置いてある皿は私のです。なんか共有みたいになってますけど、私のです。お腹を満たしたところでサクッと散策していきます。サクッとっていうのはお昼過ぎくらいには出る予定だったので、サクッと回っていきます。ここはサラゴーサに来たら絶対に訪れた方がいいって言われる建物で、日本語でピラールの聖母大聖堂という場所です。絶対来た方がいいって言われるくらい、やっぱ外から見た迫力はすごかったです。ここは、カトリック教の大聖堂で、特にスペインとラテンアメリカのカトリック信者が多くいるそうです。中には本気のというかマジの信者の方たちがお祈りをしていました。なので無宗教の私はちょっと肩身が狭いというか、こんなところに気軽に入っちゃいけないみたいな気がしてすぐに出ました。この大聖堂の前の広場にはカフェがあったり、あと画家みたいな人の彫刻があったりして、すごい人で賑わっていました。次は大聖堂の裏側に来てみました。こっちもなかなかいい写真スポットみたいで、多くの人で賑わっていました。旅行に来たらすること、それはマクドナルドのメニューを見ることですね。スペインのマクドナルドに来てみましたが、あんまりフランスとの違いが分かりませんでした。旅行中はもちろん連日外食になって、ちょっと体のことを気にしようと思ってサラダに私はしました。ここのマックってゴミ捨てなくていいのかと思ったんですけど、ちゃんとゴミ箱はあったので、そういうことですね。はい、ということでサラゴーサを出発して、ついに今回の旅のメインといっても過言ではないバルセロナへ向かっていきます。私はずっとサグラダ・ファミリアを見てみたくって、なので今回は念願のバルセロナということで、やっぱり旅行って行ってみないといいところも悪いところも見えてこないので、今回はいい意味でいろんな体験ができたかなと思います。では次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。